皆さんこんにちは。フルート奏者のサリです。今日の動画は改めて自己紹介をやってみたいと思います。今まで特にしてこなかったんですけど、今回は私のことをもっと皆さんに知っていただきたいと思いましてやってみようと思います。それではスタート。始めていく前に今日のお供を紹介したいと思います。じゃーん、グミです。私はグミが大好きで、特にこのシャリンとキラフワグミはすごい歯ごたえがあって食感が楽しいので好きで、でも今日コンビニで見たことない味を見つけたので買ってみました。これを食べながら今日はやっていきたいと思います。ぶどう味は食べたことあるんだけど、美味しい。それでは、なんか食べながら喋りづらい。それでは始めていきたいと思います。質問内容は AI チャット GPT に考えてもらいました。今時。まず名前はサリと申します。今何をしている人っていうのは事務職で OL として働きながら音楽活動をしています。で、音楽を始めたきっかけはっていうと、音楽自体でいうと幼稚園にエレクトーン教室があって、そこで習い始めて中学校2年生ぐらいまで続けていて、フルートでいうと小学校5年生の時に小学校にブラスバンドがあって、ブラスバンドに入ってフルートになって始めました。そのブラスバンドの中でもフルートを選んだ理由っていうのは、学校の全校集会みたいな、全員が校庭に集まって校長先生のお話を聞くみたいなあったと思うんですけど、それの入場と退場がみんな校庭を一周するんです、全員で。そこの行進曲みたいなのをそのブラスバンド部みたいな人たちが演奏していて、演奏を間近で見ててすごいかっこいいなと思って校庭でやるんで、めっちゃこう太陽が降り注ぐ中、楽器が太陽と反射してすごいキラキラ輝いていて、行進曲もすごいかっこいいし、わーいいなみたいな小5からそのブラスバンドに入りました。で、その体験を全部の楽器かなだったかな吹かしてもらって、でその中でやっぱフルートが吹きやすくっていうのもあるし、なんか横笛で銀色で唯一無二でかっこいいし、高音の楽器だからやっぱり可愛らしさみたいなのを感じて、もう第1希望フルート、でも第2希望クラリネット、第3希望サックスで出した覚えがもうめっちゃあるんですけど、奇跡的にフルートになれた。で、音楽の経歴でいうと小学校5年生の時にブラスバンドで始めました。小6の時にこのフルートを
ヤマハのやつなんですけど、小6からなんでもうめちゃくちゃずーっと一緒に乗り越えてきたいろんなことを。相棒です。でももうそろそろもう買ってもらうんじゃなくて自分のお金でもう一本買いたいなって思ってます。中学に入ってからは中高一貫校だったので吹奏楽部に6年間入ってました。私の学校は、コンクールとか出る学校じゃなかったんですけど、活動量としては結構多くって、毎日授業の後に部活あったし、土曜も授業があったので午前中まで授業があって、その後午後から夕方まで結構長い時間やったり、発表会前は朝練も結構あったり、昼休みもなんか練習あったような気がしたりとか、あと夏に合宿があって、それも結構なんかハードだった覚えがあります。なんかお風呂とか30分間をフルートパートで分けるみたいな感じで、フルートパートも中高一貫だから5学年ぐらいいて、5学年を30分で、そんなに洗うとかあるわけじゃないから、1学年5、6分ぐらいで入って出ないといけないっていうなんか厳しい環境だったんですけどそこで結構いろいろと鍛えられたかなみたいな。それが中高で、大学に入ってからは音楽サークルみたいなのと、社会人も入れるで、あと大学生も入れる吹奏楽団みたいなのに入ってましたね。その吹奏楽団は社会人なんだけどコンクールに出る楽団だったので、全国大会金賞を取ったりとかするレベルの楽団だったので、練習大変っていうか、周りがすごく上手でみんなが上手すぎて自分はみたいなこともありますけど、でも掃除で楽しかった。で社会人になって、社会人になる前ぐらいからかな、バンドをいくつかやったりしていて、今はソウルトゥソウルっていうソウル音楽のバンドに入って活動しています。それは声をかけていただいて、初めて行ったら結構路上ライブやったりみたいな、すごい知らない世界というかすごいと思って今までってクラシックとか吹奏楽とかポップスとかって楽譜があって、それを楽譜通りに吹くことが常識だったんですけど、ソウルトゥソウルに入ってからジャズとかソウルとかアドリブで吹いたり、詞作曲とか楽曲制作とか、今まではそういったことに触れてこなかったので、すごい未知の世界で、でもやっぱり自分でメロディー考えたりとかすることもたまにあるんですけど、このバンドの曲でねゼロから1を生み出してるのがすごい楽しいし、やりがいもあるし、バンド活動が楽しいです。これからもずっと続けていきたいなと思ってます。ちょっと長く撮りすぎてまだまだあるので、今週はここら辺にしたいと思います。後編を楽しみに最後まで見てくださりありがとうございました。バイバイ。 YouTube を始めた理由、こっちもダメかな。おつまみ系みたいな好きなフルート奏者